石倉神社に着きました。 AI モードでググっても詳細がわからない神社。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。謎の石。1923年の関東大震災で鳥居が倒壊して1927年に再建したとのこと。当時で田舎の小さな神社の鳥居をどうして金属製にしようと思ったのだろうか。産業能率大学湘南キャンパスが見えます。伊勢原が湘南？意義あり。大山観光へようこそ的なモニュメント。道路を新しくしたけど古い石碑はそのまま残したのか。鈴川に架かる崖下橋。まあ崖の下なのかな。この川が削ってできたのだろう。
藩交番立ててある。落ちた人がいるのだろう。馬頭観音。もう耕作放棄地なんだろうね。元水田っぽいけど。この寺に今から行くのだが、クラウドファンディングやっているのか。この辺りも耕作放棄地かな。八つ地形だろうか。いい水田だったろうに、高齢化と人手不足と儲からないから。
カゴの中に鳩がいる。元住宅っぽいね。更地になっている。高岳院に着きましたが、正しくは工学院跡地ですね。廃寺になっています。工学院は1366年に建立されています。廃寺が60年前。クラウドファンディングで再建を進めているようですが、ホームページ見たら数年前で更新止まっていますね。萩本欽一という芸人が植樹しているようですね。これが通称金ちゃん寺ですね。この部分だけ。金持っているんだから資材投げ打って全部作ってしまえばいいのに。このペースだと彼の寿命が尽きる方が早い。相続税取られるくらいなら生前にガッと使ってしまえよ。でも立地が悪いから客は呼べそうにないけどね。鷹なのか飛びなのか罠にかかっている。おかわいそうに。漁師は早く気づいてあげて。弱ってるね。どうすることもできない。カゴの鳩がおとりなんだね。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。おばさま観音。さっきの工学院がこの辺りの地名の由来らしい。